1、2、3、水です。1日2日水香ですということで、それ準備したやつですよね。水香くんに、水香くんと一緒はこれがいいかなと思って、なんかやる前にニヤッとしてるのをちょっと見てて、いいの思いついたと思って、今度からじゃあこの挨拶で行くそうです。ということで、水香くんお久しぶりでございます。お久しぶりです。もういろいろ教わりましてですね、本当に私のランニング人生のターニングポイントになりました。水香くんに教わったことが。いやもう全然。っていうのが私だけじゃなくて、本当に視聴者の皆さんたくさんコメントいただいて、もらってます。本当に僕も。もう水香さんのおかげで楽になりましたたくさんいらっしゃるし、私のね友達でも脳にねお怪我されて、脳のお怪我されて、で歩きづらかった、もう走れないかもみたいな方がですね、キロ8できつかったのが、もうキロ7切って楽に走れるようになったって、めちゃくちゃ嬉しいです。病院の先生も一緒に動画見てくれたみたいで、いい動画ですねって言ってくれたみたいで、皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。というところで、私もですね、まだちょっとサブウェイができてないんで、さらにステップアップしてですね、よりサブウェイが今ちょっとゆっくりですけども、いつとはちょっと言いません。私も体を酷使しすぎずですね、マイペースに行きたいと思ってるんですけど、やっぱり知識が入ってくると、こんなに楽に走れるんだってことがすごく分かったので、よりねまた深めていきたいと思うので、ちょっとステップアップさせていただけたらと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。ということで今日は止めちゃった。全然いいよ。今日はステップアップということで、今まではとにかくお尻を使おうということで、一時的にこうやって地面でこうやってお尻を使いましょうということをやってたんですけど、もうその段階じゃないです。この段階じゃない。年間50に行くために、次は無意識に、なんかよりお尻を使おうというところプラス、無意識的に筋肉を使うっていうところで、今日のポイント SSC サイクル。 SSC サイクル、ストレッチショートニングサイクルです。ストレッチショートニングサイクル。ストレッチショートニングサイクル。ちょっと難しい言葉出てきましたけど、初心者の方もすごく大切な動きになってくるので、ゆっくり教わっていきますので、私が大体できないのでゆっくり教わっていきますので、一緒に学んでいきましょう。やりたいと思います。基本的にストレッチショートニングサイクルって、日本語で言うと伸長短縮サイクルっていうんですけど、伸長短縮サイクル、筋肉って3種類の動き方があって、1つ目が投射性アイソメトリックって言って、筋肉は動かないけど力を加えている状態。入ってますね。ここにグーッと入ってますね。で2つ目が短縮コンセントリックの収縮って言って、筋肉をこう短縮させる、物を上げるときとかですね、がコンセントリックな収縮。で3つ目が逆に伸長、筋が伸ばされながら力を入れる、これをこっちに入れてください。力を収縮させてください。その時に僕がこうやって力を入れると伸びるじゃないですか。伸びてるけど力が入ってる状態がエキセントリックな収縮なんですけど、エキセントリック、歌います。歌でありそうですね。でなんかそれを今日使うのは筋肉を伸長させて短縮させるのがストレッチショートニングサイクルなんですけど、これがより楽により大きい力を生み出せるんですよ。なんでこのを足で使えるようにちょっとトレーニングしていこうということで、もっと簡単にこう言い直すと、重力、この世には重力があります。重力もうまく使おうということで、今までってこう地面でこうやって蹴ろうっていう話だったんですけど、重力を使うためにここの段階からもう反発に変える、重力を使って反発に変える、地面で力を蹴って生み出すんじゃなくて、空中から動作に入って、その力をうまく返す、楽に反発をもらおうっていうところで、この動きを紹介します。ありがとうございます。ボールが落ちたら戻ってくる。それはボールさんには力入れてないのに、ボールさんは重力を借りて戻ってくるから、これは私たちの体でもできるってところで学んでいきましょう。それでは早速今日の動き作り始めていきたいと思います。まずはちょっと本当にこれ皆さんも気をつけてほしいんですけど、いつも以上に怪我しやすいです。絶対今まで使わない箇所だし、使わなかった筋肉の使い方をするので、プチっていたりしかねないので、しっかり事前に準備体操などはしておきましょう。特に冬もし見ちゃったらね、やばい。YouTube だから冬見ちゃったら冬特に怪我につながりやすいので、温めてからやってください。温めてからやってみましょう。できましたか？大丈夫です。そしたらまずその場でジャンプします。スイさんその場でジャンプしましょう。ジャンプでいいですか？そうです。でもっと軽くもっとそんなにいけますでいいです。まずは最初でそのまま腕をつけてポン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 、でこの状態で次はこのまま前に進みます。
OK でーす。これだけ結構きつくないですか？きつい普段こんな使います？ジャンプ使わないねなんかちょっと想像以上でした。ちょっと皆さんやってみてください想像以上になんかいきなり疲れたもう本当にこう今まで使わなかったこう筋の使い方っていうものを少しずつここでなじませて、このバネのようなこのなんていうんですかね、すごい抽象的なこのバネのような感覚で走りに行くっていう。そうなんだよね。なかなかこれは使わないですし、あとこれ、結構みんな意識的に飛ぼうとすると、こうバネの能力というよりも例えばこう膝をこうやって曲げ伸ばししてっていうよりも、やっぱこの SSC 能力は意識しないがポイントです。勝手にこの動きになるようにこうちょっと動きを曲げたり感覚をちょっと変えたり、こう膝を曲げてこうやって飛ぼうっていうのをやったりしない。今まではこう意識してとにかくここを使いましょうっていうのでやってきたんですけど、次のステップなので、そうだよね、自然にっていうのをやっていきます。無意識でバネを使う。無意識やりたいわ。軽く軽く弾んでいく。でその場である程度つかめたら進んで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 いやマジなんか結構疲れるなるほど、もう一個、ちょっと腕と上半身と今合ってないんですよ。下だけでこうやって行こうとしているので、これさっき腕を使いましょうって言ったんですけど、後ろからバンと持ってくる感覚後ろから前後ろから前後ろから前早い人よくやってる早い人よくやってるやつ、よく見ませんか？でもそれが今バランスが崩れてるので下だけで飛ぼうとしてるので、これ自分の映像見たくないな。バンと力むじゃなくて、もうただ大きくブランブランブランとリズムを合わせるだけです。やはりギュッギュッっていう感じではなくてリズムリズムリズム、気持ちいい。一個地面から飛ぶ瞬間よりも先に腕先に腕先に腕、本当だ、先に腕だ。腕が速いです。多分みんな遅れてくるんですけど、そうだった今まで。だいぶ先に上だ。だいぶ先です。するとリズム取りやすいです。やってみましょう。すごいすごいすごい。さっきより全然今分かったかな。ちょっと違うけどだいぶ良くなってます。さっき今映像で見たら分かると思うんですけど、腕を入れた瞬間に飛ぶ高さが変わってませんか？楽になった。すごいすごいすごい。さっきより全然今分かったかな。ちょっと違うけどだいぶ良くなってます。なんか初めはだから下の方が重かったんだけど、すごく楽になった。だいぶ上に行きますよね。だいぶ上になった。で後半ちょっと崩れてきたんですけど、ちょっとそれを腕のタイミング取るだけでだいぶこう掴みやすくなります。最初じゃあこのまままずその場で飛んで、これに腕加えてみましょう。そうでそのリズムで進む。そう前意識しすぎず、前意識しすぎず、ずっと体ごといく感じで、そう速くなりましたね。今の良かったです。後半だいぶ違う。今結構こう前に進もうとして、こっち体が上だけ行ったり、こう下が遅れちゃったりしてるので、しっかりここの腹圧をかけて体幹部分意識して、この体幹を締めた状態で体を平行移動させるような感覚で進むことはそんな意識しすぎず、ここの体の軸を保ちながら進みましょう。腕もう一個、そこです。そうです。崩さず、そこです。すると力がしっかりもらえるので、そのまま軽く走ります。いいですね。だいぶ軽く見えるんじゃないですか。走りを見てても落ちる力です。落ちる時にはもう飛んでる。落ちる時には飛んでる。こんな感じだ。